ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイミニアルバムナンバリングより愛歌声分析、こちらをですね、していきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。今日、明日、明後日とですね、ナンバーアイのミニアルバムナンバリングより3曲チョイスして毎日投稿をしていきたいと思っております。もうこの3日間、前回のバナナ Take It Easy の分析動画のね、オープニングでも言ったんですけれども、ナンバーアイ合宿です。何の合宿かっていうと、この3連休最終日9月23日にですね、ナンバーアイのフルアルバムナンバーワンがリリースされます。それまでにですね、僕なりのやり方でナンバーアイのかっこいい魅力だったり、歌声の魅力、こういった部分を一人でも多くの方に広めたいなと思い、3連休はですね、ナンバーアイ合宿と称しまして、ミニアルバム曲をですね、3日連続で歌声分析をしていきます。その初日は愛です。いや、素晴らしい楽曲に素晴らしい歌唱力で、要所要所に入ったテクニックもすごかったですし、もう本当にね、最初から最後までもう大興奮しながら歌声分析していきました。なのでね、ぜひアイリーズの皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。そして歌声分析をしていってですね、ナンバーアイってもしかしたらこういったジャンルだったり、こういった目標を持って常にチャレンジしてるのかなっていう風な僕なりのですね、考えを語っております。今回ね、エンディングトークが長めなんですけれども、そういった部分もね、ぜひ最後まで聞いていっていただけたらなという風に思います。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ナンバーアイで愛歌声分析 GO！ここの部分はですね、オクターブと言われる手法が使われています。A little bit happy と A little bit happy。この関係がですね、オクターブと言われて、ドレミファソラシドの下のドと上のドを同時に歌ってるっていうかね、そういった手法です。ユニゾンとも言われる手法でですね、オクターブのユニゾンは音質が透き通ったようなね、そんな質感を感じることができると思います。聞いてみましょう。ほらほら。ほら、次もいきますよ。いいですよね。透き通った質感がね、たまらないですよね。もう曲の出だしぴったりな雰囲気だと思います。じゃあ次いきますよ。ここのポイントはですね、岸さんと平野さんの絡みっていうかね、最初に岸さんがスマイルで、次にハスキーな声の平野さん、君ならば、こんな感じかな。岸さんのね、ツヤツヤした歌声と平野さんのふわっとね、包み込むような歌声がね、とてもいい感じに絡んでるなっていうポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。たまらないね。で、曲のですね、ビート。今回はね、合宿初日ということで、音楽的なね、専門用語を皆さんにご紹介していきたいと思います。細かく弾んだような、このリズムの感じなんですけど、16ビートシャッフルっていうリズムです。で、16ビートっていうのは、16分音符っていうのがいっぱい使われているリズムのことですね。この曲で言うと、タカ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 。これがね、16分音符が多く使われているリズムなんですけど、これがシャッフルっていうと、弾んだニュアンスになってきます。で、どうなるかっていうと、タッカ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 。こういったリズムがベースになっているビートのことを16ビートのシャッフルって言います。難しい話ですよね。これは覚えても覚えなくてもどっちでもいいです。ちなみに他には8ビートとか、8ビートは聞いたことある人がいるかな？
あとね、4ビートとか、そういったリズムの種類があったりします。次いきますよ。ここでね、一区切りって感じですね。ここも先ほど言った岸さんのツヤツヤした歌声と、平野さんの優しいね、雰囲気の歌声がうまくマッチしてるポイントですよね。次いきますよ。そうだ、さっき言い忘れてたんですけど、岸さんのパートなんですけど、最初は多分、今のところだと、try なんですけど、次から多分ね、ハモってると思うんですよね。その部分もう一回注目して聞いてみましょうか。次から。ここ、次行っちゃった。今ね、平野さん、ここのセクションの最後まで聞いてしまいましたけど、多分、岸さん最初、try、ここが単音です。岸さんの一つのフレーズだけ。で、次の、try、ここのところに多分ね、下ハモリがいるんですよ。で、下ハモリは何かっていうと、先ほどの try、この音が多分、try って言ってる上で、メインの try、この音でね、ハモリの関係だと思うんですよね。ちょっとこの動画だと伝わりにくいと思うので、気になる方はね、ぜひイヤホンで聞いてみてください。イヤホンだとね、ハモってる雰囲気がすごく伝わってくると思いますので。じゃあちょっとね、突入しちゃったんで、もう一回平野さんのまっすぐなままから戻して聞いてみますね。たまらないですね。やっぱりね、こうね、集中して聞くとね、平野さんの歌声の素晴らしさとか、岸さんだったり、神宮寺さんのね、声の素晴らしさってすごくよくわかります。で、今のところが先ほど言った16ビートのシャッフルっていうリズムの感じがですね、すごくよく出てます。タカッタタッタタッタタッオーケスにやるとこういう感じのリズムですね。で、いつも言っている休符だったりスタッカート、この辺がポイントになってくるんですけど、今ね、休符のポイントがすごくわかりやすい箇所がありました。ちっさな、ここですね。ここのちっちゃいつものすごくわかりやすかったんで、もう一回流すんで、そこちょっと注目して聞いてみましょう。次。ほらほら。小さなってなってますよね。ここちっちゃいつが入っていて、休符を表現してるんですよね。ここのポイントが多分一番弾んだ雰囲気感じ取れる箇所かなというふうに思います。次いきますよ。一回止めますね。すごくね、温かみのある声。神宮寺さんね、ここ、全体的な声のですね、響きのバランスはすごくいいです。いつも言っている声の太さだったりを決める胸の響き、そして声質のクリアさを表現する口の響き、そして声のまろやかさを表現する鼻の響き。この3つのね、響きがうまくブレンドしてあるんですけど、その中で一番メインになってきている響きっていうのが、声のまろやかさを出す鼻の響きですね、今回。鼻声のニュアンスがちょっとだけ足されています。もう一回聞いてみましょう。心の動きだけ。こんな感じの、ちょっとだけ鼻声のニュアンス入ってますよね。で、次の岸さんのダララダララのところですけど、ちょっとラジオボイス的なね、音質の加工がされている箇所かなと思います。このまま聞いてみましょう。ほらほら。今ね、神宮寺さんの頼りに歩いてきたの後半、すごくね、子音を強調させていたポイントかなというふうに思います。音のね、質感が強くなったポイント。もう一回聞いてみましょう。次。ほらほら。きたみたいな感じで、こうね、英語っぽいニュアンスがですね、日本語の言葉にはまっている箇所ですよね。で、声っていうのは音を強くするんじゃなくて、子音を強くすることによって聞いてる方々はですね、強い声だなっていう風な雰囲気を感じ取れます。なので後半にこうね、気持ちを強く込めたいから、子音を強く表現したんじゃないかなという風に思います。で、次の岸さんの追っかけのところもね、先ほどと同じようにラジオボイス的な加工がされている箇所ですね。次いきますよ。
ここで一回止めますよ。で、バックのサウンドがですね、若干こう静かになってるんですけど、岸さんの歌声は強いままですよね。ここの歌詞はね、歌だけで気持ちをね、最大限に表現したかったポイントなんじゃないかなというふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。C もね、全体的に強めだし、声はでも若干あれか、息の音を少しだけ混ぜたウィスパーボイスみたいな感じになってるのかな。優しさと力強さがですね、こう組み合わさったような歌声でしたね。じゃあ次、サビ前のワンフレーズいってみましょうかね。明るい声、明るくなりましたね。ここ多分、推測なんですけれども、レコーディングの時に表情をこう笑顔にして歌ったんじゃないかなというふうに思います。声っていうのは、表情によってその表情に合った声質になるんですよ。笑えば明るい声になるし、こう泣きそうな顔で歌えば悲しい声になるしっていうふうにね、顔の表情と声の表情って比例するんですよね。なので多分このね、見逃さぬようにっていうここのポイントは、ちょっと明るい雰囲気を表現したかったから、笑顔で収録したんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。多分、見逃さぬのあたりからこうちょっと表情を変えたんじゃないかなって思います。見逃さぬように。こんな感じの表情で歌ったんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次サビいきますよ。安定してるね。しっかりとした歌声ですよね、岸さんの。で、今回はですね、岸さんもね、いろんな声の出し方をしているので、もう思わずね、今回はっていう風な言い方をしてしまったんですけど、胸腔共鳴の響きが土台になってる歌い方かなという風に思います。一握りの幸せでいい。こんな感じかな。僕がね、岸さんみたいな体の使い方で声を出すとこういう雰囲気になるんですけど、胸腔共鳴をですね、土台にして使うと声質がですね、こう太くなったり、すごくこうね、聞いていてホッとするような雰囲気も出てくるんですよね。いつもはね、かっこいい雰囲気だったり、声をね、大人っぽくするとかそういう言い方をしていますけど、胸腔共鳴っていうのは歌声の土台にもなりますから、ここをしっかりと使うことで声の安定感っていうのも出てきたりします。もう一回聞いてみましょう。ね、すごくこうね、聞いていてホッとしますよね。これは胸腔共鳴にね、声のメインを置いてきている証拠だというふうに僕はね、思います。じゃあ次いきますよ。これ歌詞がね、こうグッときますよね。もうね、そんな多くの幸せを望まなくていいんだよと。君は一人じゃないんだから。もうそれだけで幸せじゃないっていうことですよね。もうほんとまさにその通りだと思います。なんか歌詞の意味を汲み取ったらちょっと感動して泣きそうなんですけど。危ない。そんなね、しょっちゅう泣いてらんないんですよ。じゃあ次行きますよ。あ、変わった。Good Life の後から声がさらに力強くなりましたよね。ここのポイントですごいなって思ったのが、最後の風に思えたら、ここすごく音域が上がったにもかかわらず、岸さんの声質が全く変化していないんですよね。で、普通声っていうのは音域が高くなると多少はね、声質が細くなったり、で逆に音域が下がると声質がね、太くなったりするんですけど、これはもうね、声の性質上の問題っていうしかないんですけど、にもかかわらず岸さんの歌声、音域が上がっても声質が全く変化してないんですよね。これはね、すごい声質コントロール力なんですよ。もう一回聞いてみましょう。次のフレーズから。ほら、そんな風に思えたらのこの特に思えたらのところが全く声質変わってないですよね。これは僕がやろうとすると、ミックスボイスを使います、まず。で、ミックスボイスっていうのは基本ね、頭部共鳴って言われる頭を響かせる声にメインを置いた声質だったり、テクニックなんですけど、で、そこでヘッドボイスではなくて、ミック
クスにしているんですけど、胸腔共鳴の響きを多く利用するんですよね。そうすると、高い声でも声質の太さっていうのをキープできます。僕がやると、そんな風に思えたら、こんな感じになるかな。今ね、ちょっとマンションなんで声量を抑えてやろうと思ったらね、ちょっときつかったですけど、普通にやろうとすると、そんな風に思えたら、こういう感じになります。声細くなりますよね。で、そこで一番高い音を先ほどのように胸腔に持ってくることによって、風に思えたら、こういう感じのね、太い声になるんですけど、僕はね、ここまで声の太さを高音ではキープできないです。だからね、ものすごいテクニック使ってますよね。普通だとね、こうさらっとね、聞いて過ぎちゃいそうなポイントなんですけど、要所要所でこういうテクニックが入ってくるから、キスさんすごいですよね。じゃあ次、サビの最後のとこ行ってみましょうかね。いやー、いいね。見つかった小さなこんな感じかな。最近ね、歌声解説動画、ちょっと歌いたいんですよね。まあ、岸さんのね、歌声と比べると、僕の歌声なんてね、お粗末なもんですけれども、こう実際歌うことによってテクニックだったり、声の使い方の確認とかもできたりしますんでね。確認してんだな、鶴さんっていう風にね、見ていただけたらなという風に思います。今のところも全体的に音域が高かったんですけど、高いっていうことはミックスボイスですね。ミックスボイスからうまく最後のあーいのところで裏声につなげていっているようなね、そんな感じのフレーズでした。もう一回聞いてみましょう。次、裏声。ほら。裏声がね、すごくね、綺麗で柔らかいんですよね。たまりませんね。次いきますよ。これいいよね。Little bit happy。ここがね、すごくいいですよね。なんかね、今回のこの愛っていう楽曲、ハーモニーとかも入ってくるんですけど、後半ね、結構、こうすごいハーモニーが入ってくるんですけど、ポップな中にゴスペルの要素を感じるんですよ、僕は。この辺もね、おいおい説明していこうかと思います。次いきますよ。いいよね。英語の後のね、日本語詞、やっぱりいいですよね。次いきますよ。ほら。この辺とか、すごくゴスペルっぽくないですか？もう一回聞いてみましょう。ほら。ゴスペルですよね。これコーラスとはちょっとまたね、ニュアンスが僕の中では違って、コーラスってもっとこう、美しいハーモニーをっていう感じのイメージなんですけど、ゴスペルっていうのは、こう、ハモリの中にやっぱりこうね、感情だったり、もう個々が持っている、もう魂みたいなものを歌声に込めて歌うみたいな。そんな感じにね、思ってるんですけど、なので個人的にはコーラスっていうよりもなんかゴスペルって言った方がいいんじゃないかなと思って、あえて今ね、ゴスペルっていう表現をしました。次いきますよ。で、ヒロンさん。いきますよ。ここはもうハモってますよね。で、まず、ハーモニーの方から説明していこうかと思うんですけど、まず、ロード。で、英語的な発音をすると、ロの前にちっちゃいうを入れます。ロー。こんな感じの発音になると思うんですけど、この発音を使うことによって、ロードの最初のところの一発目の音ですよね。ここの音のインパクトを強くしています。これはコーラステクニックなんですけど、今、ロードなんですけど、よくコーラスでウォウウォウとかあるじゃないですか。そこも、ウォウって言ったりするんですよね。あえて最初の一発目の音を、こう強く発音することによって、コーラスの最初の入りの音ですよね。ここのインパクトを強くするっていうテクニック。もう一回聞いてみましょう。ここまで聞いてしまいましたけど、最初の一発目、すごくね、コーラスなのに強い雰囲気ありましたよね。これ先ほど言った発音テクニックを使っています。で、神宮寺さんの今の歌声なんですけど、全体的にですね、スタッカートっていうよりもちっちゃい「つ」がいっぱい入ってましたよね。こうね、歌声のノリを多分ね、前面に出すような、そんな感じの狙いがあったのかなっていうふうに思うんですけど、神宮寺さんのところからもう一回聞いてみましょう。
君ならば。大げさにやるとね、こういう感じの歌い方になっていたと思うんですけど、この休符が入っているからこそ、出てくるこうね、強いノリ、たまらないですよね。じゃあ次いきますよ。いいですね。で、2回目の平野さんの追っかけのラーンのところも、ラーン。こんな感じですね。で、神宮寺さんのフレーズ、諦めずには先ほど言ったスタッカート気味、休符をね、強めに入れた感じで歌って、その後のフレーズはですね、休符をあえてこう弱くしてね、メロディー性だったり、優しい雰囲気、この辺を表現するっていう風な歌い方だったんじゃないかなという風に思います。もう一回聞いてみましょう。そうだね。諦めずに誰かの幸せ見つけてくれるだろう。こんな感じの歌い方かな。最初の諦めずには休符強調。そして若干その休符の質感を弱くして A メロ前最後をこう優しく締めるっていうね、そんな感じでしたね。そしてね、ここのフレーズも今ね、僕歌ってみて気づいたんですけど、諦めずにから息継ぎなしですね。すごいですよね、この息のコントロール力ね。で、声質だったり、そういったところに目に見えて分かりにくいテクニックなので、多分ね、気づかない方がほとんどだと思うんですけど、これはね、ずば抜けた基礎力の証拠なんですよ。呼吸法っていうのは歌の基礎の基礎です。で、息の吸い方、吐き方だけじゃなくて、息の量の使い方、ここも基礎中の基礎です。で、基礎がしっかりしている人ほど声の安定感だったり表現力が高いんですよね。なので多分ね、神宮寺さんもっといっぱい引き出し持ってると僕はね、推測しますよ。フルアルバムではそういったところももしかしたら聞けるかもしれないですね。楽しみです。じゃあ次、岸さんのパートですね。いきますよ。全体的にこう線を描くような感じで歌っていると思うんですけれども、要所要所で言葉の芯を強くするアクセントが入ってくることによってリズムのノリを出しているっていうすごいテクニックを使ってますね、このポイントは。もう一回聞いてみましょう。ほら、目に見えてるものより、こういう感じなんですけど、目に見えてるものより、こういう感じの跳ねた質感がね、ちゃんとキープされてるんですよ。これ、僕できないですね。すごいテクニックだなっていうふうに思いました。次いきますよ。ほーのところね、裏声に一瞬ひっくり返した感じがすごいセクシーでしたね。で、このポイントもね、先ほどのテクニック使ってます。こう線を描くような感じで、ゆったりした雰囲気を出しているんだけど、要所要所で強い子音の発音を入れることによって、しっかりアクセントを効かせてるっていうね。もう一回聞いてみましょう。これ多分今の裏声に、ほーかのところのこの裏声もアクセントの一種として使ったんじゃないかなっていうふうにね、僕は思います。これね、音楽的な視点で見たらの解説です。こう人間味だったりね、感情表現っていう意味で言ったらもうちょっと違う言葉が出てくるんですけど、切ないよねとか、セクシーだよねとかそういう感じの説明になってくるんですけど、じゃあ次いきますよ。なるほどね。ここでサビ前で盛り上げるためなのかな。全体的に休符、ちっちゃいつが入ってきてますよね。なるほど。前半でこうゆったり聞かせて、後半でこうね、ガツガツリズムを刻んでいくっていうかね、そういう狙いなんだ、きっと。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。信じれるからどんなに小さなクエスチョンも。こんな感じですよね。こう、ところどころにね、そんなに目立つほどガツって入ってるわけではないんですけど、こう、休符が入ることによって、こうね、ぐいぐい前にこう、リズムで持っていくような雰囲気出てますよね。すごいね。その箇所その箇所で違う表現を入れてくるんですね。こうなってくるとね、サビ前のワンフレーズ気になりますよね。聞いていきましょう。
あ、いいね、この声ね。道しるべになる。こんな感じかな。このね、鼻腔の響きを前面に使って、多分声を10とすると、半分ぐらいは鼻の響きなんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で、最後ね、ルー。このビブラートね。これ音程ビブラートですね。音程を上下させることによって音を揺らすタイプのビブラートです。いやー、宝箱のようなね、シーンでしたね。いろんなテクニックがいっぱい詰まっていてね。じゃあ次、平野さんのサビいきますよ。平野さんのハスキーな声質と、この明るい表現。これがね、すごく心地いいですね、聞いていて。このポイントも多分ね、レコーディングの時、平野さんは笑顔を作って歌っていたんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、明るい。いいね。これね、心がほっこりしてきますね。素晴らしい声です。次いきますよ。こうね、グッドライフのフレーズなんですけど、こういう明るい感じの優しい声で歌うと、また意味合いが変わって聞こえてきますよね。すごいなんかこう、勇気を与えてもらえているというか、そんな感じの気持ちを感じました。もう一回聞いてみましょう。いいね、いいね。やっぱね、声質によって歌に宿る感情って変わってくるんだなっていう風にね、ここで再認識しましたね。次いきますよ。今のところとかはね、もうゴスペル的な感じの雰囲気を感じますよね。街を歩いたらのところのバックのコーラスとかね。なんか、ここね、最近ナンバーアイの楽曲のリアクションだったり、歌声分析動画を解説していて、なんかナンバーアイがこういうアーティスト像を目指してチャレンジしてるんじゃないかなっていうね、一つのね、僕の中の考えと言いますか、なんかあくまでね、想像なんですけど、これだったらなんかナンバーアイの今ね、周りで起こっていることとか、リリースしてる楽曲の流れとかが全部ね、一つの線で繋がるなっていうのがありまして、これ解説終わったら皆さんにお伝えしますね。今はね、解説優先でいきたいと思います。じゃあ、お気に入りのスニーカーからもう一回聞いてみましょう。そのゴスペルの雰囲気を感じ取ってほしいんです、僕。次。ほら、ここのハーモニーがね、すごく分厚いですよね。ここでね、ゴスペルっぽいなっていうね、雰囲気を感じたんです、僕。次いきますよ。いや、いいね。いいですね。やっぱりこの愛のところで裏声で優しく歌うのがポイントですよね。アルファベットの愛と愛情の愛を多分かけてると思うんですけど、すごくね、こう優しく包み込むような愛っていうね、そんな雰囲気を感じました。じゃあ次のね、神宮寺さんのとこ行ってみましょう。優しい。いいね。最初ね、A little bit happy から地声にこう移り変わるところのね、こう雰囲気がガラッと変わる瞬間、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、優しい。次。いや、いいね。君の周りの誰かが、こういう感じのね、多分ね、無表情で歌ったんじゃないかなと思います。ちょっとね、こう物悲しいというか、そんな雰囲気を感じました。次いきますよ。多分ね、ここの歌詞につなげたかったなと思います。このね、声質ね。悲しい顔をしているっていうところにつなげたいから多分無表情で歌って物悲しい雰囲気を表現したのかなって思います。もう一回聞いてみましょう。君の周りの誰かが悲しい顔をしてほらね。すごくこう切ないですよね。多分、君の周りのあたりまでは普通に歌って、誰かが、この辺から多分ね、こう悲しい表情に変えたんじゃないかなと思います。で、次の悲しい顔をしてるのところはそのまま悲しい雰囲気を表現みたいなね。そんな感じの流れで歌ってたんじゃないかな。次いきますよ。何ができるかわからない。
前半は力強く歌って、後半はこう優しくね、こう抑えめで歌ってるって感じですよね。これ多分何かしたいんだけど、でも自分何ができるか分かんないってことで、前半は何かしてあげたいっていう強い気持ちを表現して、後半はでも何ができるか分かんないっていう自信のなさ、これを表現しているポイントかなと思います。もう一回聞いてみましょう。なんかね、そんな感じがするんですよね、僕は。何かしてあげたい強い気持ちと、何ができるか分かんないっていうこう自信のなさが、これ表裏一体で存在しているようなフレーズ。素晴らしいポイントですね。次いきますよ。ここでね、決意したっていう感じですよね。でも、動かないと何も始まらないから、動き続けるんだよっていうね、そういうなんか決意表明みたいな感情を感じました。もう一回聞いてみましょう。で、その決意表明を表現するための若干の明るい声質っていうかね、そんなポイントだったかな。いや、感動してきましたね、これは。そのうちね、コメントで泣き虫つるさんとかね、言われそう。まあね、そういう風にね、コメントされてもなんかあんま悪い気はしないですけどね。もう感受性豊かな男、それがつるさんですからね。その辺も楽しんでいただけたらなという風に思います。じゃあ次行きますよ。ここいいよね。ここはね、楽曲のアレンジで、通常のサビと伴奏で使っている音が違うんですよね。メロディーは一緒なんですけど、そういう作曲テクニックっていうかね、そういうのがあります。なので今歌っている岸さんのこのサビのフレーズなんですけど、若干ね、物悲しい雰囲気に変わったと思うんです。これはね、伴奏で使っている音が違うんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいね。まあね、雰囲気がガラッと変わったっていうのももちろんそうなんですけど、このね、愛っていう楽曲で一番こう印象に残るワードだと思うし、一番多く使ってるワードだと思います。一握りの幸せでいい。これをね、各メンバーがそれぞれ同じ言葉で同じメロディーを歌って、全く違う感情に聞こえるっていうのがね、僕はね、すごいポイントだなっていうふうに思って、同じワードなんだけど3色の色があるっていうかね、このね、バリエーションが違うっていうのがね、すごくこう聞いていてなんかね、感動しちゃいます、僕は。次いきますよ。最後のフレーズ。最後のフレーズの切なさなんですかこれ。泣きそうな感じの声質だったじゃないですか。それだけでもグライフ。こんな感じかな。すごくね、いいフレーズでしたね。もう一回聞いてみましょう。来るよ。それだけでも、このだけでものところはね、ポイントはね。いや、すごいですね。これは泣かせに来てますよ。ナンバーアイは我々を。次行きますよ。あ、いいね。あ、そうだね。そう、こっからね、こう、どんどんこう元気が出ていくような感じ。ごめんなさいね。前回に引き続き、前々回に引き続きね、今回もちょっと感動してしまいましたね。こう切ない岸さんのパートから元気をもらえる平野さんのパート、移り変わることによってこれからね、どんどん盛り上がっていくようなね、雰囲気を感じれますし、こう元気をもらえてるようなね、そんな感じも感じますし、もう一回聞いてみましょう。そう、この辺から。いいね。元気が出てきましたよ。こう曲の盛り上がりとともにこう聴いているね我々の感情もこうね上下するようなそんな感じのすごくこう寄り添ってくれるような楽曲かなというふうに思います。次いきますよ。最後はね3人とも揃って歌ってるバックにゴスペル的なねハーモニーが入ってきてこうエンディングを迎えるっていう流れだと思います。この後はねこう繰り返して聞かずにそのまま1回だけ流していきたいと思います。いきますよ。ほら、動画越しだとナンバーアイ3人の歌声はこう聞こえてくると思うんですけどコーラスまではちょっとね聞き取れないかもしれないので
ぜひ音源の方を聞いていただきたいと思います。で、特にね、イヤホンで聞くと、すごく壮大な雰囲気を感じ取れますし、で、一つ一つの楽器だったり、歌だったり、で、コーラスだったりの、この位置がね、こういう風に、分かれてたりするんですよ。これパンを振るっていう風なね、音楽専門用語があるんですけど、音のね、聞こえる位置がイヤホンをした時にはね、配置が決まっているみたいな。そういうところも楽しんで聴けると思いますので、ぜひね、イヤホンで聴いていただきたいと思います。次いきますよ。いいなすごい元気もらえますよね。そう、この曲はね、後半に行くにつれてね、どんどん元気をもらえる曲、ほんと素晴らしい楽曲ですよね、愛。この後はゴスペル感を感じれる最大のポイントかなっていうふうに思うんでね、そういうふうなところも意識して聴いていただけたらなと思います。いきますよ。ほら。いいね。そう、このね、メインメロディーがあって、ナンバーアイのメンバーが追っかけでフェイクだったりやってんのかな。これがね、ゴスペルの特徴ですね。で、そこからもうちょっとしっとりした感じの楽曲アレンジになったのが R&B だったり、で、コーラスの部分だけ抜粋したのがね、アカペラコーラスだったりするんですけど、全部ね、起源はゴスペルになってると思います。次いきますよ。ほら、イエーとか。そうそう。ほら。タラタララララみたいなね、追っかけありましたよね。次いきますよ。ほら。イエーイイエーイだけって。このままね、エンディングいくんですけど、せっかくなんでね、最後まで聞いていきましょう。いきますよ。イエーイそう最後の終わり方もね、スパッと終わってね、若干のギターの音もワンワンワンっていう余韻が残ってる感じも最高の締めですよね。以上、ナンバリングより愛、歌声分析していきました。さあ、歌声分析していきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ナンバーアイの3人の歌声の表現力の広さ、そして歌唱力の凄さ、この辺がね、すごくよく分かったかなというふうに思います。で、ナンバーアイ、ナンバリングを聞いていて、でも今回の愛で気づいたんですけれども、ナンバリングの収録曲っていろんなジャンルの曲に挑戦しているんじゃないかなっていうふうに思って、で、今回の愛はですね、ゴスペルじゃないですか。で、前回のバナナに関してはアメリカンカントリーっていう風な雰囲気が強いと思います。で、稲妻に関してはミクスチャーロック。で、ボンに関してはヒップホップと和の融合っていう感じかな。っていう風にですね、出す曲新しいジャンルに挑戦しているんじゃないかなっていう風に僕は思っていて、で、これの行き着く先はどこになるかっていうと、僕の考えではナンバーアイっていう新たな音楽ジャンルができるんじゃないかなっていう風に推測しました。そこを目指してチャレンジしているっていう風に考えると、僕の中ではナンバーアイの今までの公開していた楽曲の意味っていうのが一つの線でつながるんですよね。で、コメントの方で教えていただいたんですけれども、稲妻のズマズマ、ここの部分、僕はね、めちゃくちゃかっこいいっていうふうに思うんですけれども、批判的なコメントをする方も一定数いるっていうふうに聞いております。でもこれってナンバーアイの魅力が今後めちゃくちゃ爆発する証拠なんじゃないかなっていうふうにも思っていて、理由としてはですね、稲妻のズマズマ、この部分は激しいギターサウンドを声で表現したスキャットだっていうふうに思ってます。で、ナンバーアイのボン、サビのボンボンのところも、ここはボイスパーカッション的なニュアンスが使われた歌い方です。歌一つとっても今までになかったような表現にチャレンジしているんですよね、ナンバーアイって。で、人間っていうのは習慣の動物です。
習慣化して無意識でできるようになったことに関してはストレスを感じないんですけれども、新しいことに関しては非常に強いストレスを感じてしまう人っていうのが多いです。これは音楽に対しても同じことが言えて、今まで聴いてきた J-POP、 そこに新しいものがポンって入ってくると最初は拒否反応を起こしてしまう人っていうのが一定数います。それが稲妻のズマズマのところの批判的なコメントなのかなっていうふうに思って、でもこれって常に SNS でトレンドを追ったりね、トレンドって流行のことですけど、ビルボードチャートとかオリコンチャートとかを見て新曲をチェックしているとか、そういう方にとっては多分ね、ナンバーアイのズマズマめちゃくちゃかっこよく聞こえたと思うんです。僕もね、常にトレンドっていうのは追っているので、だからね、ナンバーアイのズマズマだったりナンバーアイの音楽性がめちゃくちゃかっこよく思えて、今月ね、もうほとんどナンバーアイの分析動画しか公開していないんですけど、でこのままナンバーアイがですね、今のこう表現だったり自分たちが作ろうとしているジャンルに挑戦し続けていくとですね、どうなるか。僕の推測はですね、今まで批判的なコメントをしていた方々が、あれナンバーアイよく聞くとめちゃくちゃかっこいいじゃんっていう風に気持ちが変わってくる人がものすごくいっぱいいると思います。そうなったタイミングでですね、ナンバーアイの魅力だったりそういったものが大爆発していくんじゃないかなと思っていて、それが今回のフルアルバムで来るんじゃないかっていうふうに思ってるんですよね。そういうのもね、楽しみの一つとして今後もナンバーアイ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。